にちは、中止の時間です。今日は山口県美祢市三東町に来ています。水戸ごぼう生産者の堀田さんに水戸ごぼうについていろいろ教えてもらったので、その様子をぜひご覧ください。せーの、行ってみよう。では今日はこれから水戸ごぼうを育てていらっしゃる生産者の堀田さんに取材をしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では自己紹介の方をよはい、ろしくお願いします。水戸町ごぼう生産組合というところで組合長をしております堀田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。水戸ごぼうとは山口県美祢市水戸町で栽培されているごぼうです。赤い粘土質の土壌で育つことで、この土壌環境によって肉付きが良く、きめ細かい柔らかな食感と高い香りが特徴です。また水戸ごぼうは江戸時代から栽培されてきた長い歴史を持ち、その品質と伝統が評価され GI 登録産品にも認定されています。じゃあ質問します。粘土と砂の違いって何でしょうか。簡単な違いがあるんです。こっちが粘土でこっちが砂っていう。そうそう、粒がちっちゃい方が粘土なんです。そう、粒がちっちゃいからちょっとした水分でもくっついちゃうんですよね。なんかすごい土作りをサボってるみたいであれですけど、やってもやってもこうなんです。ごぼう栽培のスケジュール、はい、教えていただいてもいいですか。わかりました。まずですね、もちろん土作りは常にやってるっていう前提でいくと、春に、深掘り作業って言って、なるべくそのごぼうがまっすぐ、これはどの産地もやってることなんですけど、まっすぐ育ちやすいように、幅でいうと15から20センチぐらいのこの幅に種をまくスペースに合わせて、これはトラクターのアタッチなんですけど、ロータリートレンチャーっていうこんなぐるんぐるんってやつがあるんですけど、これで掘っていきます。だいたい5、60センチぐらい深さが5、60センチですかねをもう1列ずつ掘っていきます。で、畑を慣らして、肥料等々やった後もう種まきです。はい、なので種まきはだいたい3月中旬から下旬にかけてやります。種まきはね、そのゴンベイってわかりますよ。このハシュキ、手押しのハシュキでガラガラガラってはい、まっすぐいくようにで種をまきます。で芽が出ます。そしたら生育状況を見て、ちょっと生育悪いなと思えば追肥料をちょっとする。そして中耕って言って、雑草予防も兼ねて少しごぼうとごぼうの間をちょっとこなしていきます。でさらに大きくなったら、もう一度その中耕みたいなのをするんですけど、でもうそれで全部終わりなので、種まきから2ヶ月間ぐらいちょっと生育状況だけ見れば、あとはもう何もしない。その他、鹿が入ってないかとかイノシシが入ってないかは見ますけど、手間はそんなに比較的かからない方。はいはい、間の栽培期間としてはかからないです。はい、ただ収穫以降が大変なのと、そもそも種まける状態に畑を持っていくっていうのが大変なのと、ですかね。で秋以降収穫です。今抜きますよ。お、これでもいざ。おってね。すごい。一本一本手作業で。一本一本手作業なの。こう結構大変ですね。上の泥をのかすとどこにごぼうがあるなっていうのが出てきて。すごい。コツはないです。はい、優しく力強く。綱引きみたいにうって息を止めて抜くと折れやすいので、息吐く感じです。せーので。上手。ちょっと抜いてみて、そのなんか抜けなさ具合を知ってほしい。はい、抜いてみてください。大丈夫。
結構力いりますね。なんか根っこがすごい張ってるような。また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 と思うでしょ。でそういう時にちょっとこうかなてこって言うんですけど、ちょっとこねて手伝ってあげるとはいえもう抜けると思いますけど。はい、いけました。立派なごぼう。個人的に甘みがあるような感じがしますし、柔らかいですね、食感が。確かに甘いシャキシャキ感がいい感じです。素揚げ最強かもしれないです最近。素揚げだけどカリカリのチップスではなくって厚めで揚げるとちょっとふわっとフライドポテトってなるんですね。ここのごぼうはですね本当に火が通りやすいから厚めがポイントですね。そうするとすごく本当に甘いと思います。あとはでも一番のおすすめと言ってしまうともうやっぱりもうごぼうといえばチョコレートですかね。チョコレートですか。チョコレートです。ごぼうとチョコレートですか。合います。我が家は子供3人いてバレンタインデーホワイトデー我が家のブラウニーでしのぎましたよ。いわゆる感覚としてはナッツの香りをごぼうにしてしまう。キャラメル台にカットして、だからもうちっちゃくカットしたらダメなんですよ。ごぼうって誰が見ても誰が食べても分かるサイズで入れてしまうとごぼうの新しい魅力が楽しめる一押しのアレンジです。そうですね。もうこんだけ夏が暑いと水戸ごぼういつまで作り続けられるかとっても不安ですけど、できる限りいいものを長く続けたいと思います。あとは本当に美味しいごぼうなんでもう皆さんぜひ山口県まで食べにいらしてください。今日は一日ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございました。どうでしたか、ごぼうを掘って収穫してみて。なんかもう予想以上に引き抜くのに力がいって、やっぱ粘土質だから力が必要だなと感じました。それぐらい価値がある、人件費もかかってますし、一つ一つ手作業でさせていただいてたので、すごい価値のある体験にさせていただきました。それは良かったです。楽しかったですか。はい、楽しかったです。美味しかったですか、ごぼう。美味しかったです。もう全然アクもそんなに抜かなくても全然食べれるし、柔らかいってことで、しかも美味しい食べ方も教えてもらったので、私もぜひにチョコレートブラウニーにごぼう入れて食べてみるっていうのをぜひぜひやってください。あと収穫の作業の時もなんかさつまいも掘りとかそういうのはいつもちっちゃい時にやったことあったんですけど、それとは全然違くて、やっぱり手作業でこうやらなきゃいけないって大変さもあるし、一人で抜くのも結構大変だったので、そういう苦労されてごぼうを収穫してここにあるっていうことを身に染みて食べていこうと思います。味わってください。味わってくださいよ。今日の体験で、はい。はい。では今日のまとめです。それではチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。バイバイ。